1週間笑顔パワーを貯めてきました。どうもエリートミカアイドルさくらみーかちょっと1週間お休みをいただきましたけれどもいやすいませんでしたと。突然のね、1週間いなくなるというね、感じで、ちょっとミコピーもね、びっくりしたというかね、心配してくれたのかなと思いますけれども、無事しっかりと休めましたということでございますね。ミコ、休んでて気づいたんだけど、意外となかったなということに気づいたんだよね。いや、なんか、めちゃくちゃ休んでもさ、旅行に行ったりとかさ、あとは普通にさ、コロナになったりとかね。そういうことではなんか普通に1週間とか休んでいましたけれども、いつでも休めるっちゃ休める仕事なんでね。いや、でも、意外となかったのかも、この時間。っていうことに1週間ね、気づきましたということでございます。そう、ナチュラル休みのガチの、なんか、ナチュラルな休みだったなって思いました。はーい。で、今日は、超、ノープランというか、話したいなと思うことは、メモして、一応メモして、持ってきたので、別に長時間でダラダラ話すことはないんですけど、なんで休んだのとか、休んでる間何してたのとか、世にも珍しいね、金婚もしてない、雑談配信をね、やってみようかなと思っておりますということ。意外とね、珍しいんだよね、シンプルな雑談って。なんか変に緊張するんですけど。なんか変に緊張してきた。大丈夫かな？まずは、いや、どうだった？みんな寂しかった？やっぱさ、ほぼほぼね、毎日、配信一応してましたから、一応。もう止まらずにやってたわけではないけどね、別にちょこちょこ休んだりもしてましたけど、ね、1週間、みこちゃん、しかもね、今回はみこ気をつけたことがありまして、ネットをね、なるべく見ないというか、X も全然つぶやいてないなとか、なんか前まではね、みんな、ハッシュタグ、みこちゃんに、来て、みたいな感じでさ、リプ、やるよ、リプ編やるよ、とかさ、それこそ名言のコミュニティとかでさ、日記書いたりとか、みたいなこともね、してたんですけど、今回はね、珍しくね、デジタルデトックスってやつをね、みこちゃんをやってみたんです。そう。いや、みこもね、いろんな紛らわせ方をね、していたんですけど、X で、さらっとね、心身ともに、お休みをいたしますので、ちょっと待っててね、みたいな感じにね、書いたんです。いろいろ積み重ねがあって、心身ともに元気になるため、ちょうど今週現場お仕事がないため、ためなんですけど、配信もお休みもらうことにしました。みんなに笑顔を咲かせるためには、まずは自分からということで、という感じでね、アーカイブ見てて待っててほしいねってことで、投稿したんですけど、ガチで、正直なことをバッとね、X に投稿してたんです、これマジ、一言一句偽りなく、ほんまにこれだったんです。何かを隠してるわけでも、何かを濁してるわけでもなくね、本当になんか積み重ねで、心身ともにお休みしたいと思いまして、マネちゃんとかにもね、事後報告だね、ほぼ。ちょっと休む、みたいな感じで、連絡を事後報告して、みこちゃんはこれをね、投稿していたんです。誰に相談することもなくね、近しいホロメンにも、特に言わなかったから、マジでね、みんなにね、びっくりされましたね。いや、本当に。っていうのも、なんで休んだのかっていうと、ミコもね、びっくりだったの。なんか、熱は出
たんですよ。なんかその月曜日に、1週間前の月曜日に、なんか体調悪いなと思って、配信のこの机のね、前にこうやって座ったんだけど、なんか体調悪いなと思って、なんかほっぺたも赤いなと思ってポーってやったら、なんか熱があって、あ、これ風邪やっちゃったかと思って、超現場とかでね、ワンチャンと思って、急遽お休みもらったんですけど、で、なんか流行り病だったりしたらマジやばいかなってことで、マネちゃんにね、即座に病院行くこと勧められて、病院に行きまして、そしたらね、いや、これね、ストレスですねって言われたんです。で、みこちゃんは自覚したんです。疲れてる。疲れてんだってことにね、ついに気がついたわけ、みこちゃんは。かといって、元気というか、普通にみんなとも遊びまくってたし、仕事もね、今年の3月以降か、ちょっとスローペースになってきて、まあ、去年はマジで死ぬほど忙しかったから、去年に比べたらなんか全然余裕じゃんみたいな。過去これが普通みたいな感じで、去年の2024年のハードスケジュールを乗り越えたみこちゃんは、なんかいけなきゃん、ポポポーみたいな感じでね、やってたし、息抜きもちゃんとしてたつもりだし、なんか配信もやってるつもりだったんだけど、そう、ありがとう、お医者さん。いや、ありがとう、マネちゃん。みたいな感じでね。まあ、びっくりしたんですわなっていう感じで、まあ、確かにすぐに熱引いたしな、みたいな感じで、まあ、自覚したわけ。で、なんでびっくりしたかっていうと、本当にここ最近、別に特段何か大きなことがあったわけじゃ全然なくて、そう。でもなんかそれをね、言われてね、こう考えたときに、なんか、ポロポロポロみたいな。なんか、なんて言うんだろう。糸が、ポンみたいな。ってなったんですよ。みこちゃんの涙腺崩壊。みたいなね。まあ、ちょっと重く捉えなくていいんですけど、みこちゃんね、あんまり気づかないんですよ、自分で。で、昔からね、言ってるんだけど、ちなみに、この現象はですね、年に2回ぐらいあって、自覚あるものとしては。年2回ぐらい訪れるみこちゃんのそういう時があって、なんかみこちゃんって、日々、ちりつもなの。活動もね、コツ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 やってきてるし、ただ、多分、そのコツ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 やっていく活動の中に、なんだろうな。まあ、はっきり言っちゃうと、もう日頃の小さな、こう、悪意みたいなものに苛まれる仕事なわけね。それはもう本当にミコだけじゃなくて、いろんな活動者さんもそうだと思うけど、まあ、日々、本当に、マジでミコの中では 0.5 ミリなの。0.5 ミリまでね、この活動の中で、めちゃくちゃね、成長したと思うんですよ。普通に。強くもなったし、仲間も増えたし、頑張るというか、普通にね、そこを支えてくれる人がたくさんできて、なんか今までは、3ミリとか、3センチみたいな、5センチ。何かを見た時に5センチ、5センチみたいな感じだったのが、もう、本当に 0.5 ミリぐらいの見えないぐらいのものになってたんだけど、それもね、塵も積もれば山となるわけ。コップ一杯のところまで達したんだなってことにみこちゃんはね、気づいたんです。そう。やっぱね、どんなに強くなっても、どんなにこう、慣れてきたとしても、積もるものは積もるんだなっていうことに気づいたわけ。そう。まあ、前々からね、気づいてたつもりはあるんですけど、向き合いはしなかったなというか、その度に、ごまかしというか、ある意
デトックスというか、なんていうのかな。言語化はできないけど、まあ、疲れてんだなってことで、休んだりとか、まあ、ホロメンと遊びに行ったりとか、ホロメンに伝えたりとかして、何気なくミコはちゃんと、その年2回訪れるものを紹介してたんだなってことに気づいたんだよね。そう。でね、やっとですね、ミコちゃんは、コップいっぱいに溜まってた。なんか溢れ出してきちゃったんですけど、みたいなことを、病院の帰りのカフェの中で、パスタを食べながら思って、端っこのね、カフェのね、隅っこでね、ポロポロしてたわけ。で、決意したわけですよ。休むって。でも本当にね、なんか自分で、こう、考えて気づいたっていう、誰かに言われるまでもなく、自分で気づいたってことと、あと、自分でね、誰にも相談せずに、休むって言いましたけど、めちゃくちゃね、英断だったなってことにね、みこちゃんこの1週間で本当に気づいたわけ。まあ、ちゃんとね、さっきも言ったけど、笑顔パワー、満タンにしてきたんですけど、満タンかわかんないけど、まあ、充電したわけ。いや、本当にね、ここをね、気づいた瞬間からね、もうね、なんか、だいぶ楽になりましたね。気づきは成長。そういうこと。なんか、正直にこうやってね、言うのはね、ちょっとね、どうしようかなって思ったんだけど、変なね、なんか憶測とか変な、ね、何かを生んでしまうのも嫌だなと思っているんですけど、なんか、もしかしたらさ、同じように思ってる人とか、同じように悩んでる人とかね、気づかずにね、ちりつもしてる人もいるかなと思って、まあ、みこちゃんの経験談としてね、ちょっと語っていくんですけど、そう。いや、本当にね、てかね、みこちゃん1週間休みますって、やったらね、なんか結構なんだろう、切り抜きとか、なんか、大ごとのようにね、記事とか、なんか出てきてね、ちょっとびっくりしましたね。ちょっと心配させるつもりはなく、別に運営さんに過労をさせられたわけでも、なんならめっちゃ仕事減らしてもらってたんですけど、なく、命の世話疲れかとかも言われてたけど、そんなこともなく、日々活動の中の、なんだろう、ちりつもだね。っていう感じだったね。自分で気づけて判断できたの。偉い！そういうこと。まあなんかそういうことがあって、で、休むって言って、まあそっから、なんかね、すごい1週間がね、ミコの中で結構濃くて、濃いんだけどあっという間ではなく長かったような感じがしましたね。本当はね、1週間に絞るつもりも、あんまり休むって、X 投稿した時は、あえて書かなかったの。書けなかったし、自分がどのぐらいさ、マジでへこんでるというか、どのぐらいね、こうなんだろう、なっちゃってるのか全然わかんなかったから、どうなんだろうと思って、あんまり、ふわっとそこはさせていただいて、もう本当に、このね、1週間経っても、なんかなーって、もうちょっと休みたいなーって思ったら、普通に休もうかなっていうぐらいだったんですけど、まあね、ちょっとね、まあみんなに会いたかったっていうのが正直ですね。やっぱみこちゃんの中で、すごい自分の中ですっきりしたらもうみんなに会いたくなるんだなって思っちゃったね。本当は土日に復活しようか思ったけど、逆に心配されるかと思って、土日も、まあなんか好きなことして、まあ今に至るっていう感じっすね。そう。1週間で大丈夫なのってね、多分ね、すごい、見守ってくれてる心配性な人は思うかもしれないんだけど、みんなの中で言う、年末年始の長い休みをもらったみたいな感覚で、外仕事がまずなくて、いつもは休みの中でも何かしらのね、稼働とかは
あるっていうことがね、普通だったんですけど、今回はね、外仕事もなく、何の仕事もなく、本当に時間をね、縛られることなくね、過ごせました。いや、本当に良かった。何をやったのってことをね、ちょっとみんなにね、伝えていきたいと思います。